はいガースアイス夏ですね。はい、今は夏です。で、夏といえばバーベキュー。なんかおすすめのものありますかっていうことが聞かれてたので、考えてきたんですよ。何かなと思って。バーベキューってさ、やっぱもう大人数とかでやるから、あんまりさ、こう手の込みすぎたものにしても違うじゃん。バーベキューってさ、もう雑に焼いてさ、タレつけて食ってさ、飲んで、ガーみたいな感じじゃん。だから、こう、ちょっとこう、一手間というか、ちょっとやったらもっと美味しくなるみたいなやつを3つ考えてきて、で、1個目が、肉焼くじゃん。肉焼いて、そこにタレをぶちかけるっていう。炭の上にね、ガーっていう。最近ハマってる食べ方なんですけど、その、焼いた肉を、こう、皿のタレにつけて食うのもいいんだけど、ブシャーってぶちかけた方がうまい。てか、めちゃめちゃ違う。カーってかけて、で、やるやつが1個。2つ目が、ホルモン焼きそばですね。昔ね、もう何年前だろう。5、6年前とか、大学の友達たちとバーベキューで食べたホルモン焼きそばがもう忘れらんなくて、やっぱね、焼きそばいいんですよ、バーベキュー。これ、鉄板だともう重いしさ、洗うの大変だし。でやっぱね、これが一番いいね。この銀の。これ。これで作るね、ホルモン焼きそばがね、本当にうまいんだよ。これが2つ目。3つ目が、玉ねぎです。玉ねぎをアルミホイルでくるんで、もう炭にぶち込んどくだけ。そしたら時間経てば、めちゃめちゃ美味しい玉ねぎになってるから、その3つかな。めちゃくちゃ簡単だけど、美味しい。みたいなやつを考えてきました。焼いた肉にタレぶちかけて食うの。いや、本当にうまいんだよ、あれ。多分ね、あの、女の子とかがいるところではやんない方がいいかもね。俺が女だったら、そんな男嫌だもん。でもうまい。本当にうまい。タレ入れるじゃん。したら、こう、炭にジューってなってこう、煙出るじゃん。あれで、香ばしさがね、100倍くらいになる。よし、じゃあね、玉ねぎからやりましょう。玉ねぎね、なんか、でかいならでかい方が美味しい。ちょっとね、ちっちゃいのしかなくて。ここがね、ポイントでね、切り込みをね、先に入れておくんですよ。こっちの、ケツじゃない方に。ケツじゃない頭の方に、結構ね、深くまで入れて大丈夫。こんくらいまで。逆にこれ、深くまで入れないとね、焼けた後に剥がしづらくなんだよ。食べづらいんだよ。かわいいね。これね、本当に簡単だけど、めちゃくちゃ美味しいんだよ。まあ何でもそうだけど、肉でも野菜でも丸ごと焼くのが一番うまいと思う、俺は。これだともう炭にぶち込むだけ。皮付きだから、皮でね、守られるんだよ、中身が。これね、電子レンジとかでもできる。家でやるときは、皮剥いて、で、ラップ巻いて、5分くらいかな。チンしたら、めっちゃうまい。で、あともう放置。で、多分ね、肉ばっか食ってね、で、ちょうど野菜食いてえなーって時くらいに出来上がるからおすすめ。居酒屋でバイトしてる時にも同じメニューがあって、その時はレンジでチンしてからアルミホイルにくるんで、で、炭で温めて出してたな。炭だけだとね、めっちゃ時間かかるんだよ。だから、一番いいのは、レンジと炭火。でもそんなことね、外じゃできんからな。じゃあ肉焼いちゃいやすか。肉焼いて、タレかけるだけだからね。いや、うまいんだよ、あれ、本当に。いや、めっちゃハマってる。いや、あの食べ方うまいんだよ。で、タレもね、よく聞かれるんですけど、僕の本当の一押しのタレは、もう一択なんですよ。この、源タレゴールド。源タレって今ね、何種類あるんだろう。めちゃくちゃ種類ある中の、源タレゴールドの甘口が一番大好き。これが一番うまい。本当に。青森県のスーパーは多分100%で売ってるよ。売ってないスーパー見たことない源タレ。で、これ、
大学入って一人暮らしするまで、だから18まで家の焼肉で源タレ以外食ったことなくて、で、大学生になって初めて、自分で焼肉のタレ買おうってなって、エバラとか、牛角のタレとかは初めて食べたね、18。18で。そんくらいね、青森県民ってね、ほんと源タレで育ってる。うい。サガリとハラミ、買ってきました。バーベキューっぽくトングでやる。どうせなら。うわー、うまそうだな。塩コショウ。サガリはね、強火で表面を焼くのが一番美味しい焼き方って言われてるよ。こうやってね、やっぱ焼くのも楽しいよね。うい。で、こんくらい焼けたら、ここで、ゲンタレゴールドをもうぶちかけちゃいます。いきます。もったいないって思うじゃん。違うの。もったいないにはもったいないけど、これがね、美味しいんだよ。うわ。うえい。もうね、香ばしさが全然違うんだよ。本当に。うわ、いっちゃおう。よーし。香ばしさがね、全然違う。で、さらにタレつけたら、もっとうまい。すごいうまいんだよ、これ。タレにつけて、もううまい。神様、産んでくれてありがとう。いや、この食べ方ね、いや、そんな、こんくらいでって思うじゃん。いや、これほんとうまいんだよ。香ばしさがね、本当に段違い。もう、この時点でね、うまい。いや、最高ですよ。でも、炭がね、ちょっと弱くなっちゃうのが弱点だけど、でも、もう、この鼻息も美味しいもん、今。いや、本当にやってほしい、これは。こうやってね、ちょっとずつ玉ねぎを見ながら。やっぱみんなとさ、やるのも楽しいけど、一人でこうやって、やるのもまたいいんですよ。いや、でもね、やっぱ女の子いる前でやんない方がいいよ。やばいやついるってなるから、絶対。初対面とかでさ、書き始めたら絶対になしだよ。きゅー。よし、オッケー。殿下の宝刀。これがうまいんすよね。うわ。めっちゃうまそう。いただきます。はい、香りがね。
うまい。くー。7人いいんですよ。3人、まあ4人くらい、いやでもまあ4人くらいまでなら、絶対丸七輪でやった方が楽しい。こう、座りながら囲んで、あの時間めっちゃいいんだよな。七輪を囲んで。これがね、1個目でした。そしたら、ホルモン焼きそば作っちゃおうかな。まだね、玉ねぎは、まだだと思うんだよ。結構ね、思ってるより時間かかるのと、あと、皮ついてるから、中はね、そんな心配いらない。ホルモン焼きそば作ってくんだけど、ホルモンはね、島町がおすすめです。島町は、他のね、ホルモンよりも、油が乗ってるところなんだけど、島町がおすすめ。でね、あとはこういう銀皿。ドンキとかにも売ってるから、このね、汁がね、美味しくなんのよ。マジで。やべ。ほっといたら、やばい。な。まあ、バーベキューってね、焦げの味も味ですから。で、ある程度火が入ったら、焼きそば。俺はね、まるちゃんがやっぱおすすめだね。安いしうまい。ちょろっとね、水を入れます。これと味薄いから、粉もね、下がね、焦げやすいから。うまそう。よいし、完成。じゃーん。焼きそば。いただきます。絶対うまい。思い出の味。昔の。やっぱ食いづらいぞ。うわ、これね、絶対島町。まずうまい。このさ、島町の油も溶けて、こう焼きそばに入ってるから、信じらんない。一味とかあってもいいね。あとやっぱ味付けは、味噌が一番うまいかも。いやー、思い出すな。あの時めっちゃうまかったの。やっぱこれうまい。でもこの焼きそば食った時は、男女でバーベキューした。うわー、うまっ。もう塩とかでもやってみたいさはある。うますぎる。あとこれネギがいいね。ネギがね、ほんといい仕事してるね、君。で、多分玉ねぎがちょうどいい頃合いだから、ちょっと玉ねぎを見ていきやす。
うわ、綺麗だ。くるくるくる。おお。で、この熱いうちにバターを乗っけます。バター乗っけて醤油。これは入れすぎなんだけど、何もつけなくてうまい。こっち原タレにしよっかな。めっちゃうまそうじゃない？めちゃくちゃうまそう。おお。いただきます。まずいわけないよこれ。うわ。うますぎ。失敗するとしたら火ちょっとビビって入れる時間を短かったらあれだけど、皮は焦げても中は焦げないからね。玉ねぎ水分たっぷりだし。うますぎ。ペロリンチョだよこれ。で外焦がすとさ、なんだろう、ちょっと焦げっぽい感じも玉ねぎに移って、その中身にね、これがまたね、たまらんのよな。秒でなくなるよ、これ。エクストリームペロリンチョでなくなる。バターとかなくても、塩コショウとかだけでも、超うまい。玉ねぎが甘いから、塩コショウでもいいし、焼肉のタレでもいいし、でもバター醤油が一番うまいかな、俺的には。うん。いや、バター醤油が一番うまい。だって、玉ねぎ3玉、ペロッと、いくことないじゃん。焼きそばと肉食った後にさ、これさ、深く切り込み入れたじゃん。これ深く切り込み入れないと、なんか今みたいに開くときにこうパカって開かないんだよ。結構がっつりやっちゃわないとね。結局、どんくらいだろう。まあ、1時間半くらいかは、火の中入れといたから、まあ1時間はかかるね。ああ、食った。よいしょ。今日言ったやつ3つともね、やってもらいたい。ぜひ。本当に美味しいから。どれもね、いや本当ぜひおすすめだし、あと簡単にできるから、ぜひやってみてください。